れは修行の後だったのですね。 I love how much personality is in every single character. They all have such interesting and intense quirks, but it makes the story feel very fluid. The hero of the village. 竜と戦う気はないのですよね。なぜ修行を続けているのですか？みんな神気臭い顔をして竜の恐怖に怯えていた。シュタルク様がいるからこの村は大丈夫だ。俺は何もしてないっての。 Aw. 竜が村を襲ったらシュタルク様は戦うのですか？死んだって嫌さ。この村の連中にとっては俺は英雄なんだよ。俺が守らなきゃならないんだよ。とは言ってみたが額の傷だって魔物と戦いたくなくて Oh, 殴られたのはあの時が初めてだったな。 jeez. 俺は師匠に一度だって褒められたことはなかった。 Is that why he left? 微塵もわかりませんが怖かったことを思い出したのです。魔物と初めて戦った時です。修行はそれまでに十分すぎるほど積んできました。なぜか助けてくれないフリーレン様。体が動いたのです。覚悟だけだったのです。必死に積み上げてきたものは決して裏切りません。シュタルク様はどうしようもない臆病者ですが守りたいという覚悟だけはきっと本物だと思います。 I love that. All heroes are scared. いませんね。逃げたか。仕方がない。フェルン、竜と追いかけっこだ。She's like, no. He showed. 一つ約束してくれないか。俺が途中で死んだとしても竜は必ず仕留めてほしいんだ。わかった。約束する。変な質問だと思ってな。俺はこの村に3年もいたんだぜ。短いね。超長えよ。He feels like he owes this village even after only 3 years. 怖いものは怖いんだよ。笑うことはねえだろ。 Oh. これは強敵だな。アイゼン、手が震えてる。怖いのんだね。怖がることは悪いことではない。恐怖が俺をここまで連れてきたんだ。 I love that. 師匠もなんだな。必要なのは竜の間合いに入った。攻撃してきませんね。警戒している。やっぱりそうか。竜は賢い生き物だ。強い相手に自分から喧嘩を売りに行くようなバカじゃない。 So it did know that he's powerful. 喧嘩別れをしてしまっていてな。反射的に体が動いたんだ。かわいそうなことをしてしまった。 Oh. 俺は怖かったんだよ。フリーレン What? ことだ。俺の弟子はとんでもない戦士になる。 That's crazy. Oh. おい、なんで撃たねえ。言われた通りにやっただろ。 Did he already slay it? Is it dead? もう死んでいるよ。 Oh my gosh. クソババアか。後が怖いな。 I'm scared of what she'll do later. 俺が Jeez. やったのか。 Resolve. 俺が一人で竜を倒した。期待以上だ。偉いぞ。 He said fire. 3つまでにしなさい。本当にくだらねえな。こんなものに夢中になれるのか。師匠はお前のせいで勇者一行の冒険くだらなくてとても楽しい旅だったってよ。すごい、本当にかき氷が出てきましたよ。探索した甲斐があったでしょ。しかもこれシャリシャリじゃなくてふわふわのやつですよ。こんなことをしていていいのか。別にいいじゃないか。旅は始まったばかりなんだ。人類最強と言われた南の勇者も魔王直下の七宝剣に撃たれた。俺たちだって生きて帰れるかどうかわからないんだ。アイゼンは辛く苦しい旅がしたいのかい？終わった後に
くだらなかったって笑い飛ばせるような楽しい旅がしたいんだ。 That's why he loves her spells. 触るとすぐに溶けてしまいます。触っちゃダメだって食べるんだから。ところでフリーレン、シロップは？スマホはないよ。ないんだ。本当にくだらんな。つけて見える？見えますが、あまり面白い魔法ではありませんね。悪かったね。面白い体じゃなくて。何よ。ちっさ。それで別にアイゼンのところに帰ってもいいんだよ。俺を連れてけって言ったんだろ。それにしたくなったんだ。That's so rude. The fortress city of Wall. 北側諸国は魔物の動きが活発でな。在関所の通行は認められていない。通れるようになるの。少なくとも俺が着任してからは魔物も人も一匹たりとも通していない。 Oh. 隊長、城代がお呼びです。いいな冒険者ども、この町でくれぐれも問題は起こすなよ。 The big guard. いい対応ではありませんでしたね。あれは優秀な衛兵だよ。よそ者には厳しく、守る衛兵は核あるべきだ。というわけで、この町は安全そうだし、しばらくここで待つとしよう。久々にゆっくり魔法の研究ができるぞ。宿に荷物を置いたら魔法店に行こうっと。関所が空いてないんだから、しょうがないじゃん。で、解散。私宿取ってくるから。飯でも食いに行く？うん、一人で行くね。She still does not like him? Why? 最近ではカイロもダメになったって話だぜ。北側諸国の軍が討伐に動くらしいが、関所が開くのは早くても2年は先だろうな。2 years. 懐かしいな。ジャンボベリースペシャル来た時はガキだったから全部食えなくて師匠と分けたんだよな。でもこんな小さかった。そいつは坊主が大人に。そうか。 Aww. ガキの頃は何もかもが大きかったのに、あれほど広かった師匠の背中でさえいつの間にか小さくなっちまっていた。アイゼンの旦那ももう年だ。しっかり親孝行してやれよ。その最中だよ。でも本当にこんな小さかったっけ？ああ、残酷だよな。 The passage of time is cruel. なんだよ、いいだろ別に。俺の金で買ったんだぜ。すみません。ミルクください。あ、いいよ。シュタルク様。分かったよ、半分あげる。この町で2年以上待つことになりそうだと言われたらどう思いますか？嫌だ。嫌ですよね。うん。何この人。しました。シュタルク様って普通。 I was just about to say, misery loves company. She wants to complain about the time. いいぜ。探すの手伝うよ。飛んで上から越えちまうってことはできないのか？北側諸国との国境には高度まで強力な結界が張られていて。Oh. そりゃそうか。じゃなきゃ空の魔物が素通りだ。仕方がない。商人ギルドに当たるか。敵ぐらいはしているかもしれない。交易は全面封鎖。 Dang. をつけた対象も禁止となると北側はよほど危険な状況のようです。いや、闇市は盗賊ギルドの連中も。さすがにそれは危なくないですか？大丈夫。俺って結構強そうに見えるし、はったりもうまいんだぜ。悪人顔ですしね。うるせえ。Burn. Oh, he's showing off the scar. ダメか。そりゃそうだよな。防衛戦しているようなもんだ。次はダメ元で衛兵の詰め所行くか。シュタルク様がとても協力的だと思いまして。お前が言い出したことだろう。のは嫌なんじゃないのか？私以上に必死なように見えます。あまり時間がないからな。どういうことですか？いい景色だろ。北側がよく見える。小さい頃師匠に連れられてここに来た。俺たちはこの町から北側諸国に旅立った。どんな旅だったんだ、師匠。聞きたいか？あの時俺たちは普段は自分のことを何も話さないくせに勇者一行の冒険を楽しそうに語ったんだ。師匠は長い人生の中の
たった10年の冒険を。 Oh my gosh. きっとフリーレンだってそうなんだろう。 Yeah. どうでしょうか。師匠はもう旅ができるような年じゃない。そんな師匠が俺を連れてけってお前たちに言ったんだ。だから俺はよ、師匠の代わりになくて楽しい旅をたくさん経験して、土産話をたっぷりと。 Oh. 俺にできる恩返しはこのくらいだからさ。あんまりのんびりしていると師匠が死んじまうんだ。あの人はまだまだ長生きしそうだけどな。 I love that. They can console in one another. Did she find another book? こんなところで何をやっているんですか。静かにして。追われてるんだよ。She's Steel? 何やらかしたんだよ。知らないよ。私はただ魔法店をはしごしていただけで。申し訳ありません。すごく嫌な流れな気がする。衛兵隊長が無礼を働いたようですな。として謝罪いたします。いや、気にしてないよ。この人は衛兵の仕事をしただけだし、急いでなくて、むしろのんびり。また北側へ旅立つおつもりなのですな。北側諸国は今魔王軍の残党との紛争が絶えないと聞きます。お憂いてのことでしょう。その志、まさに英雄のごとし。関所はご自由にお通りください。 She was looking forward to spending some time in this town. 簡単に通れるだなんて。初めからフリーレン様の名前を出していればよかったんじゃないですか。でも無駄だと思っていたんだよ。ゆっくりしたかったのに。 Yeah. 俺は見れてよかったって思っているぜ。 She doesn't like to be celebrated. 師匠もこんな感じで北側に旅立ったんだな。魔法の研究したかったな。大変だったんだぞ、あれからいろいろな。 Yeah, she wanted to stay in the town. She also doesn't like to boast about who she is. Maybe she knew that if she told the guard that, they would have been pushed along. I love that Fern can now kind of console with Stark a bit on time. I think at first she was being really judgmental of him because he was a coward. I think she helped him a lot more than she realized with the whole speech about resolve. And yeah, I like Stark. He's a very interesting character. I like that he's cowardly, but they drive home the fact that all heroes have a little bit of cowardness. All heroes are afraid at first. It's just about pushing through that and remembering your training. And even Fern could remember that feeling of her first fight with a monster and how she felt afraid too. And it's okay to feel afraid. Fern explaining that she was calm when she was defeating that monster, how her resolve was turned to I'm calm. I can't help but feel like that's kind of Fern's secret magical sauce, where that's why she's able to harness power and be so powerful, because she does have this calmness about her. And even though, yes, she's a little bit scared in there too, she's a little bit worried, but I think this episode really showed us that everyone's a little bit worried. Everyone's a little bit scared, but as long as they come back to themselves and remember their training. And for Fern, it's going back to her state of calm. That's how she's able to really harness so much power. And I really started to pick up on that this episode. She also has this crazy, intense side of her that is honestly really quick to judge other people. I think that's really human of her. I think it's a really human characteristic, a really human trait, because she judged Frieren very harshly right off the bat, and she did the same thing with Stark. She's kind of coming around with Frieren. Some things really irritate her still about her, how she kind of has to be motherly. She does not like that she sleeps in. She doesn't like that she is a looter, which I love about Frieren. I love that she really enjoys finding treasure and looting. And I guess that's why they keep showing her like stuck in the mimic
with the jaws and the chest with the jaws, because she just really likes loot. And I love that about her. I think it's really funny and a great characteristic. Because personally, yes, I love loot too. But Fern, yeah, she's so easy and quick to judge other people. But then once she actually gets over that, she realizes, hey, there's a lot more to this person, or there's a lot more that I didn't see at first. And it's really fun and heartwarming, honestly, to see her realize that, maybe I shouldn't judge a book by its cover. But I also picked up in this episode that Friren's way of mentoring, her way of training, is actually really good. It's learning through failure, learning by being scared. If she would have just let Fern run away and then handled the monster herself, Fern wouldn't have learned that resolve. She wouldn't have learned that speech to give to Stark. She wouldn't be a better mage. She's letting her experience and fail even. I love that, like, subtle correction and not just being so hands-on and suffocating, because it's really hard to learn in those environments. So I think it's funny looking back at Fern and Aizen's conversation in the cart when Frieren was passing out, how he asks her if she thinks that Frieren is a good mentor. And she kind of like blows him off, says like, I don't know, maybe. But after seeing how she let Stark know how to defeat the monster, that he can do it with resolve, and the experiences that she's had with Frieren, I think Frieren is a great mentor. And it further makes me feel like, yes, all of these little quests that Heiter and Aizen have given Frieren, it's just to help her grow. It's to help her grow as a character. Because those 10 years, even though they were only 1/100th of Friren's life, they were everything to Heiter and to Aizen. And I think they want to give back to Frieren that way. Because there's this talk about giving back constantly in this show. Fern with wanting to give back to Heiter and prove to him that she was worth saving. Stark wanting to give back the memories with Aizen because he knows that that meant so much to him. And he wants to bring him back stories to share. So I think, yes, for sure, it was set in stone with this episode that is definitely what's going on. Heiter gave back to Frieren by setting her up with an apprentice. Even though she did not have any interest at all, he knew that it was what's best for her. Aizen wanted to give back by sending her on this journey to go see Himmel again. Yeah, it's really beautiful to see what they are giving back to Frieren, because they knew that she would have these regrets. Somehow they just knew. They knew her well enough. Yeah, it's a really, really beautiful story. Let's jump into episode 7.